無理に考えないとするよりは、別のことを一生懸命考えてみる。一生懸命やってみようということです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第27回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをなるべく簡単にお話ししています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では、今回のお話です。現在は序本第一についてお話をしています。こちらは法華経の歌談というものでございまして、妙法蓮華経、法華経の構成を簡単にわかりやすく示したものでございます。現在は妙法蓮華経の釈問の序文、序本第一、こちらを一緒に読んでいっているわけです。前回は領事船におられる釈尊のもとに続々と様々な生命、様々な方々が集まってきていることをお話ししました。お坊さんや一般のご信者さん、もちろん男性も女性もです。そこに菩薩や諸天前人も集まってきています。そして集まった方々が仏様に丁寧に挨拶をして一面に座った、一面に座したわけですね。この時、挨拶を皆さんがされるわけですが、その時には、仏足を来子とこう書いてるんですが、仏様の足元を触るわけですね。これがインドに、当時のインドにおける、現在はどうかわかりませんが、当時のインドにおける最敬礼になるそうでございます。日本人だとちょっと驚くような、そういった作法でございますが、こういう挨拶をして仏様を称えたというわけですね。やってきて、挨拶もなしに、何の気なしにそこに座るんではなくて、ちゃんと仏様にご挨拶をしてから座るというのが、この仏様の教えを聞く側の礼儀というか、態度になるわけです。もう一度簡単にここまでを説明すると、お坊さんや一般のご信者さん、男性女性を含めですね、一般のご信者さん、たくさんの人たちが集まってきた。また、菩薩様ですね。それから諸天前人。序本では諸天前人もたくさんいろいろな名前が出てくるんですけども、それをいちいちに見ていくと、とても長くなってしまって、なかなか先に進めませんので、今回は割愛をさせていただきますが、とにかくたくさんの人たちが集まってきたと、こういうふうにあります。そして集まってきた人たちは、ただそこに座るんではなくて、ちゃんと仏様にご挨拶を申し上げて、そしてそれからそこに座られたというわけです。さて、ここから前回話しました指導の六髄ということが示されていきます。特に覚える必要のないことなんですが、一応6つの随想が現れていきますので、それを一つずつ今回は説明をさせていただこうと思います。最初は集まった方々に対して釈尊仏様が説法をした。これを説法髄と言います。その五問がですね、こういう五問です。大乗経の無量義、経菩薩法、仏書五年と名付くるを説きたもうと。こういう五問なんですね。ここに無量義とあります。これが随分と長い回数をかけてお話をしてきました無量義経であるとされています。まず、説法の絵座に、領受船の説法の絵座に集まった方々に対して、釈尊はまずは説法をしたというんですね。それがこの説法髄で、その最初に説法したのは、この無量義経であるということになっております。これが最初の説法髄、最初の随想ですね、になります。続いて、入場髄。次の随想は入場髄と言います。これは
釈尊が説法を終わってから腰を下ろし、足を組んで座って三昧という状態に入った、そういった気髄です。この三昧とは、心を一つの対象に集中させて散り乱さない、乱れない状態を言います。この釈尊の様子から、三昧は座禅のことであるというふうに思われている方もいるようですが、三昧にもいろいろな状態があるんですね。ここではややこしくなりますから、あまり詳しくは述べませんが、こうして釈尊が三昧の状態に入ったので、実は序本では釈尊の説法ですね。説法はございません。ここは無量義経という説法があったということで、釈尊が実際に説法したのは無量義経のところでありまして、この序本の中では釈尊というのは一言も発しないんですね。三昧、瞑想の状態に入ったというわけです。このあたりが序本の仕組みの面白いところなんですが、序本はあくまで導入の部分ですから、釈尊は静かに三昧の状態にいる。そういうわけです。あとは、エ座に集まった方々が話を展開させていくんですね。前回でしょうか、にもお話ししましたけども、この後、文殊師利と弥勒菩薩の問答があるわけです。そして、方便本に入ると、三昧の状態にいた釈尊が、ここからは方便本にてお話をさせていただこうと思います。ところで、三昧の説明として、心を一つの対象に集中させて乱れない状態であると、先ほどお話をしました。これは結構大事なことで、よく一般において仏教的に修行の状態で集中しているときは、無心の状態、無心であるというふうに思われていることが多いと思うんですね。もちろん、宗派によってはそういうふうに解釈する、そういうふうに教えを説いていくっていう場合もあるのかなと思います。ただ、仏教的に、特にこの法華経の中で説かれていくときには、この三昧の状態というのは決して無心の状態ということではないわけです。心が乱れていない状態というのは無心の状態を言うわけではなくて、一つのことを観念している。一つのことを観念している。集中して心の中で見て念じる。それが揺るがない状態を言うようです。考えてみますと、私たちは全く無心、何も考えていない状態っていうのは非常にそれを達成するっていうのは難しいことだと思いますね。パッと見るとですね、全く何も考えていないような人もいたりするのかもしれませんけども、私でしょうか、私かな。でもこれでも何かを考えていますね。なんか余計なことばっかり考えていたりします。ですから、全く何も考えていないということはとても無理のあることで、それよりも積極的に良いことを考えていく。観念していく。これが仏教でいうところの心が安定して乱れない状態、乱れていない状態を言うわけです。では仏様は何を一心に考えているかというと、それはまた法華経のこの方便本ですね。次にまた出ていきますので、その時にお話をしようと思います。それで私たちが嫌なことばかりがですね、頭に浮かんできたり、嫌なことが一つ思い出されると、それに連鎖的にいろいろなことが思い出されて辛くなるということがあるかもしれないです。そういう時ってありますね。でそういう時には、そういった嫌なことを考えないようにしようというするよりも、別のことを考えるようにしたらいいと思います。先ほどまでもお話をしてきましたけども、私たちにとって考えないようにするっていうのはとても難しいことなんですね。ですから、周りからあんたそんなこと考えても仕方ないよと言われても、考えちゃうものは考えちゃうわけですね。ですから嫌なことを考えたり思い出してしまった時には別のことを考える。別のことを考えるのが難しいという時は別のことをしてみる。
体を動かしてみる。そういうことでだいぶ心の中も切り替わっていくというふうに思います。無理に考えないとするよりは別のことを一生懸命考えてみる。一生懸命やってみようということです。当たり前のことなんですけども、嫌なことが頭から離れなくて苦しいなという時には少し今言ったことを思い出してもらえると良いと思います。次の気髄は受け髄です。受け髄ですね。これは天から美しい花々。花々が釈尊や弔問するために集まった絵座の方々の上に雨のように降り注いだ気髄です。もう想像するだけで大変に美しい光景ですね。実際のお経文は、この時天より曼荼羅け、摩訶曼荼羅け、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華を降らしてというものです。曼荼羅けというのは天井に咲くという美しい香りを放つ白い花のことを言います。摩訶というのは摩訶か小のところでも話しましたが、素晴らしいとか偉大なという意味の修飾語です。また曼殊沙華は柔らかい白色の天界の花で、これを見る者はおのずから悪業を離れるというそういう花だそうです。ちなみに曼殊沙華は皆様ご存知の彼岸花を曼殊沙華とも言いますね。昔の方は彼岸花を見て曼殊沙華っておっしゃる方がおられます。白なのに赤の彼岸花が曼殊沙華というのは不思議でございますが、美しく咲く様子からそういう名前がついたのかもしれませんね。また、方言寺でも曼殊沙華が彼岸花が咲くんですけども、その彼岸花は白色の彼岸花が咲きます。彼岸花も割とたくさんの種類があるようでございまして、赤色の彼岸花というイメージが私たちにはありますけども、いろいろな花の形もあるようなんですね。興味のある方は少し調べてみてください。彼岸花科というふうに検索するといろいろと出てきます。お経典にはこの曼荼羅けや曼殊沙華以外にも花の名前が出てきますので、またその花の名前が出てきたときに説明をさせていただこうと思います。次は地動髄という気髄が現れました。地動髄、もうこれ字のまんまなんですけども、先ほど美しい花々が雨のように降り注いだ、その後大地が6種類に振動したとあるんですね。6種類はどのような振動かというのは厳密にはこの経典の中では言及されていません。いろいろと解釈があるようなんですけども、それはちょっと話が逸れてしまうので、ここでは説明をやめておきます。地が振動するというのは良い時も悪い時もこれ表現として使われますね。ここでは良いこととして多分大衆が受けた感動や美しい様子に衝撃を受けた感じが現れているのかなというふうに思っています。次は主気髄ですね。これは様々に起こる今まで出てきました説法髄、入定髄、受け髄、地動髄、これらの気髄を見て大衆が喜んだ、皆一同に喜んだ様子を言う髄相です。この喜ぶことを歓喜と言いますが、この後大衆ですね、説法を聞いた絵座に集まった人が歓喜する様子が何度も出てきます。そしてその歓喜する様子がとてもダイナミックで面白いので楽しみにしといていただければと思います。仏様の教えを聞いて歓喜する。もう心の底から喜ぶなんていうことは今の人たちではなかなかないことですね。説法を聞いてもう本当に嬉しくなって喜んだという経験っていうのはなかなかないというふうに思います。それだけ当時の人たちは真剣に教えを聞こうとしていた。仏様の教えを聞こうとしていた、その姿勢が歓喜につながっているのかなというふうに思います。絵座に集まった方々は様々な気髄を見て歓喜し、
一心に仏様を見つめられたんですね。そこに驚きの気髄が現れます。これが四度の六髄の最後の髄相になりますが、それを方向明髄と言います。仏様には仏様が偉大であるゆえんとして体に様々な特徴を持っています。それを32層80種項と言います。髪の毛がパーマ、くるくるのようなパーマのような髪型であったり、これを螺髪と言いますね。それから地に平らかに足をつけているのが平等を表すということで扁平足であったりするわけです。それらの一つの中に白毫というものがありまして、仏像などを見たことがある方は覚えているかもしれませんけども、仏様の額のところにポチッと出っ張ってる部分があるんですね。これは別に出来物とかそういうことではなくて、非常に柔らかい白い巻き毛で右回りに生えていると決まっています。で、この時ですね、釈尊がこの白毫からなんと光、まるでビームのような光を発しまして、東の方角にある国土世界をあまねく照らしたというんですね。白毫から出た光は東方の世界を照らしまして、そして蝦夷に集まった人たちに対して、その東方の世界で起きていることを見せたわけですね。その様子というのが多度の六髄ということになります。他の国土世界ということですね。多度の六髄になるというんです。で、そこからは多度の六髄になりまして、この方向明髄までが四度の六髄ということになります。ここで少しだけ東方の東の方の国土世界ということをお話しましたけども、いずれ仏教の世界観についてもまたお話をしようというふうに思っております。仏教では私たちが住んでいる世界とはまた違う世界が様々に示されますね。これはいろいろな考え方ができるんですが、一つには教えの普遍性を示すために様々な世界が示されているのではないかというふうに言われております。自分のところだけで教えが説かれていると、じゃあ国土が変われば、国が変われば、この世界は通用しないのかとなると、それはそれで、やはり仏様の教えの普遍性を示すことができなくなるということで、様々な世界においても別の仏様がいて、その仏様が自分が説くような教えを同じように説いているんだと。そういった世界観というものが示されていくということになります。この法華経でもですね、そういった世界観を横断するような場面っていうのが出てきますので、その時にまたお話をできればというふうに思います。様々な世界において普遍的に受け止められていることや、様々な生命が仏様の教えをどのように受け止めているかを示すことで、自分たちのことを顧みる。そういう捉え方があるのではないかなというふうに思っています。仏教では現代でいうような時間や空間に対する考え方とはまた違った世界観が示されます。直線的に時間が流れていって、過去、現在、未来がその直線上の上にあるという考え方ではなくて、時間や空間が様々に交錯したり、また別のまた時間軸が存在したり、そういった世界観が示されるんですね。なかなか現実のものとは思えないような考え方だったりするんですけども、何次元とか、そういった宇宙科学のようなものと親和性があったりするらしいので、とても不思議な感じがします。では本日はこれまでといたしまして、次回、多度の六髄についてお話をさせていただければと思います。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた、さようなら。白毫から放た、白毫から放たれ、白毫から放たれ、
白毫から放たれた光。白毫から放たれた。白毫から出た光は、東方の世界を照らしまして、